はい、いただきまいす。ただきます。美味しそう。フレンチトーストから食べちゃおう。柔らかい。おいしい。ただいま。おかえり。
は
おお。味おいしそう。そしてサイドメニューもすごいです。あ、ほうれん草には海苔をかけました。そうですね。はい、ではいただいてみましょ真ん中。えい。う。おお。ああ、いい感じ。ああ、すごいすごい、曇ってる曇ってる。じゃぶっと。じゃあつーさんもいただきます。どうぞ。あ、すごい。そこはパリ、中は味は。うん。星3つ。いや本当に星3つなんだけどこれ。うん、美味しい。ホットプレートいいじゃん。うん。ホットプレートをずっと探していたけど、フランスのホットプレートはヘンチョコリンのホットプレートじゃなくてさ、そもそもほら蓋がないね。それ問題だよね。蓋がないとさ、蒸し系は何もできなくなっちゃうじゃない。だから多分フランスのものは基本的にはグリルしかできないホットプレートっていうマインドなわけ。なるほどね。だからなーと思ったらパナソニックは日本のブランドがこの秋にデビュー。そうね。そうなのよ。すごくない？新発売なのよ。まみちんは家でホットプレートで何作ってたの？うちはお昼にホットケーキ作って、あ、結構あれだね。お昼のホットケーキにすっごい生クリームのっけて食べて、で夜は焼肉してた。え、すごいね。ホットケーキやった後に焼肉やるんだ。そうだよ。へえ。たこ焼きはたこ焼き。というかうち大阪マインド1ミリもないからさ。あ、なるほどね。関西風の食べ物があんま出てこないんだ。1ミリもなかった。じゃあ味付けもやっぱり関東っぽい感じなの。へえ。醤油ベース。なるほどね。たこ焼きもお好み焼きもだって高校生になるまで食べたことなかったもん。嘘、すごいね。まあでも家ってさ、お父さんとお母さんがそういう方針があると意外とさ、嘘でしょっていうようなことが起こりうるよね。方針っていうかうち父も母も関東だからさ、ない知らないよね。今みたいに恵方巻きとかないからさ、インターネットとかもないから知らないものは知らないじゃん。でもお好み焼きとたこ焼きはそこら中にあるじゃん。うち外食もしなかったから外食って何ですかって感じだったから。すごいね、お母さん大変だね。そうよ。だって休みなしじゃん。でもお父さんお酒飲みだったから、てか今もだけど、すっごい何品も作らない。8品とかおかず。めちゃくちゃ大変じゃないそれ。そうだよ。それはきついわ。そうだから、そんぐらいおかずがあんのが普通だと思うさ。社会人になっても。俺マミコと最初付き始めた時になんでこの人こんなにいっぱい作るんだろう、すごいなって思ったけどやっぱそういう感じなんだよね。やっぱそういう生活してるとね、子供の頃からね。なんか3コースとか言われたらなんでこんなちょびっとしか何もないんだろうって気になっちゃうのね。うちは結構週末よく外食してたな。外食とか行ったこといくつかあるからぐらいしかなかった。もううちなんかもなんかその辺に生えてるよもぎとか食べてたから。最終民族じゃないですか。そうだよ。いつもよもぎとかつくしとかいろいろ、あと銀杏とか全部拾ってたから。だから今のマミコになったんだ。そうでみんなでみんなでこう取りに来て崖とかにこう崖じゃないけど丘とかに「今日はよもぎ餅ね」っつってよもぎせっせっせとか言ったもういいけどね。つくしとかつくしって食べられるんだっけ？何言って、つくしねめっちゃ美味しいんだよ。そんな危機と語られても。つくしは大変なのよ。でもアクがすごいし、あとガク取らなきゃいけないから、だからすっごいもう手真っ黒になっちゃうんだけど。だからマミコのそのサバイバル能力がそこで身についたわね。子供の頃の体験で。そうなのかな。とにかくうちはそんな感じ。すごいね。それにしても最近マムちゃんはすっかりシュッでしたね。何その顔。いやー、つーさん嬉しいよ。マムちゃんがシュッてしててかっこいいなと思って。あの靴とズボンもすごく似合ってたよ。ママがパンツスタイルとか珍しくない？だって。そう？最近デニム履いているよ。でもさ、ズボンってさ、確かにさ、コメスさんズボンっていう
なんでパンツパンツなんかつーさんの世代はズボンって言わないんじゃないの？私たちぐらいはズボンっていや俺はまだズボン世代だよ、まあ、パンツって言い始めたのは高校生とか中学生ぐらいの頃で、小学校の頃なんかもうズボンで、子供の頃はブリーフに名前書かれてたよ。へえそうでも、まあ、つーさんって書かれた？うんそうでもなんかさ、ズボンのパンツの、パンツの丈が合わなくて、切るともうデザインが変わっちゃうじゃん、そもそも。確かにそこに微妙だなって思うことはあるかもしれない、マミコの言う通り。すごい昔高校生ぐらいの頃にさ、D&G がすごい流行ってて、ドルチ&ガッパーナねのカジュアルラインね、一応ね。でなんかその時ダメージジーンズが流行った頃で、なんか前の部分がブワーってこうなんかすっごい切れてるラッパズボンっぽいやつがあって、そんなのことしてたの？そう、それが欲しくて、それが欲しくてイタリアに行った時にサイケデリックでイタリアに行った時に D&G の店で買おうと思って試着しに行ったわけ、そしたら、足の長さが違いすぎて穴の部分のところまで切れちゃうわけよ。わかる？ただのズボンみたいな。いや違うもうなんかただ全部穴みたいな下の部分がギリギリ切れてないわけよ。バーッとあるんだけど下の部分はなるほどね、そうわかるでしょ、ラパの穴だらけな話、ね、そうただの穴みたいになっちゃって、雑誌と現実の違いを知ったよねああやっぱりチビが来ても似合わないんだなってすごい思ったよね。店の人も戸惑っただろうね。もう切ったらこれ穴になっちゃうじゃんと思って、まあ、しかもこのラッパズボンでもなくなっちゃうのよその最後のラッパの部分切れちゃうから意味ないじゃん。くっと切っちゃえばいいんやラッパをそうなるよね多分ね。だからねそうだからしかもその頃はさローライズが流行ってたわけよ、まみちゃん。あダサい全体にダサさしか思い浮かばない。いやそうだけどしょうがない。その時はローライズがめっちゃ流行ってたからローライズのラッパズボンなわけ、だから上も切りようがないわけよ。だって上切ったらもう上なくなっちゃうじゃん。だって上とかって関係なくない。だって股上のあれなんだからさ、それ以上上に行きようがないじゃん。何言ってんの上があるからどうと話じゃないじゃん。そうなのだからね、やっぱね背が高くないとね厳しいんですよ、本当に。でも私別に背が高くなりたかったなーって思ったのすっごい最近でしかないよ。昔はねだってちっちゃくて全然なんていうか、困ってないよ。じゃあまみちゃん、何センチでもいいよって言われたら何センチがいい？そしたら1センチぐらいになりたいそれずるいな。そしたらすごいさ、もうほらそういうとことかにもチュ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 って入っていけても潰されちゃうよ。でも大丈夫、小人マインドとしてすごい楽しくない？全然世界が違うよ。でもホットプレートで焼けないよ。大丈夫、もうすっごい自分で作りそうだね、マミコ。いろんなものをこう勝手にこっそり食べたりするから。1センチっていう答えはもうちょっとずるいわね。なんで？なんで？もう違う生物じゃん。何センチでもいいんでしょ。だって。でまあね、じゃあ140から190以内で。じゃあ190はいいわ。どっちかな、もう振り切る、ねそっちの方が面白いじゃん。ツーさんとかをこうドーンとかって踏んだりとかするんでしょ。190センチがさすがに踏まれないと思うけどね。さあ、ばかり。おー、いい感じで。はい、では第2弾。すごいね。あ、すごい4つ取れた。4つ。すごいね。ゴー、ツーさんゴー。じゃあマムとも4つね。私これ。何よマムちゃん1個だけじゃん。いい感じで焼けてるわ。ツーさんちょっと明日の宿題にしようかな。何それ。そう男としてどうなの？なんで男としてセクシャルハラスメントだマムコ今のは。セクシャルハラスメントだよ。おいしい。そこがパリッとしてパリどこだね。うん。でもこの人いっぱいいろいろあるからいろいろ他もできるんだよ。楽しみ。何がやりたいの？たこ焼き。たこ焼きは当然できる。当然できる。あとなんかホットケーキっぽくなってるやつ使ってみた。あれね、パンケーキか。そうパンケーキっぽいやつ。あれパンケーキだよね。でもあれ丸が6つあったから1人3個食べなきゃいけないのが違う。2人で食べる。なんで2人で食べること前提なの？お友達呼んでやろうよ。僕のお友達はマミコのご飯がパリで一番美味しいってでもパンケーキなんか作んないもん私。まあね。
だからそこは難しいよね。じゃあ何焼きたいのまみちゃん。何がやりたくて買ったのそもそも。絶対さ昨日何食べたの影響でしょ。違う、なんか便利だなって思って。あ、そう。でもちょっとあるかもね。何が？影響。わかる。ケンジがね喜んでたもんね。でも別にパンケーキをやりたいかって言われるとちょっとよくわかんない。あとさ、なんかうちの実家の時はすごいもっとこんぐらい大きかった。大きいわかるわかるわかる。でしょ？そうこれちっちゃいよね。これちっちゃいから、でも今ってこのぐらいのサイズ感が多分主流なのよ。ほら核家族だから。そうだよ、絶対そうだよね。俺もだって実家のやつとか家族4人が大きいお好み焼き4枚焼けたもん。でもそうするともう今の世の中的には多分こう大きすぎるんだよね。邪魔くさ大きいし邪魔じゃんっていう感じなんでしょ。だからこの人がそういうサイズ感なんで。なるほどね。そうだ、もう世相を反映してる。そうだよね。すごいそう思ったもん。意外とちっちゃいんだな。そうなの。だから自分の子供の頃のことを考えるとちっちゃいと思ったけど、でもほら別に餃子別に普通にいいんだなって話だし、あとステーキとかも焼けるしね。そうね。でもステーキをこれで焼くかって言うと別に焼かなくていいかなっていう気がするね。あ、まみちゃんどういうことこれなんか無計画すぎるね。無軌道だよ無軌道。まあでもこれあと何でやるんだろう。でもお好み焼きあるでしょ。いやお好み焼きこのサイズでちょっと厳しいよ。1枚だよ焼けて。分かった。はい。はい。長くするでこうやって。やだなんかラザニアみたいじゃん。やだ。こういうお好み焼き何いいじゃんそれで。やだ。2枚。じゃあパンケーキの形のやつにお好み焼きをちっちゃく。そういう感じになるよね。でもちっちゃいよねかなりあれ。でもパンケーキとこのぐらいじゃん。まあそれでもお好み焼きはさもうちょい大きい感じだからさ。こうやって近くから見たら大きく見える。意味ねえじゃんそれ。どういうことだよ。もう1センチになればいいじゃん向こう。おお大きいなっつって。いや今日もいっぱい食べました。すごく美味しかったです餃子。食べきれませんでしたが。これは明日の朝ごはんにしたらいいね。そうだね間違いない。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとうございました。サンキューパナソニック。